はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミィだよ。今回もイヤホンじゃないんだね。イヤホンのレビューやらないの？やる。並行して準備はしてるから。あ、そうなんだ。今回は KZ のイヤーフック AZ20 です。では早速始めましょう。最初に驚いたのは価格です。13,000円ぐらいするんですね。KZ のイヤーフックって値上がり含めて最近はどうなってるんだろうと思ってちょっと調べてみました。あと CCA、BTX もですね。価格は以前とそんなに変わってないように思いました。振り返りも兼ねてちょっと見てみよう。やっぱり AZ09 Pro が一番人気ありそうな気がする。そうだね。AZ09 のホワイトノイズと通信弾などの問題を修正してきたモデルだからね。うちの AZ09 は通信弾で悩まされたことはなかったからホワイトノイズだけかな。とはいえ 3,000 円ぐらいで買えるのが魅力だわ。と同時に Bluetooth イヤーフック全般に感じるホワイトノイズがなくなればいいんだけどなーって思うきっかけにもなった。で AZ09 Pro と CCA-BTX が発売になり、私は BTX を使ってるんだけど、価格と性能のバランスが良くてメインで使ってた。 BTX は aptX アダプティブでもつながったし、 B ピンでも使えるように先端を改造したんで、さらに使い勝手が良くなったんだけど、もう少し奥までさせるようにさらに改造してたらピン折っちゃってしばらく放置してた。ダメ元でこれの先端を切ってハンダ付けしたら見た目は悪いけど復活したわ。どちらも5,000円台でどちらかを持ってる人多いんじゃないかな。その後 AZ10、AZ15 が出てるけど AZ09 Pro を持っていたら飛びつきたくなるようなモデルではなかったように思ってしまう。 AZ10 はチップは不明だけど AZ15 とは別。コーデックが SBC と AAC まで。ゲームやる人よりテレビュー見た。 AZ15 は QCC3046 にチップがアップグレードされてた。 AZ09 Pro の後継は AZ15 になるのかな。価格は 7,000 円台に。そして今回の AZ20 が 12,000 円から 13,000 円ぐらいなので、単なる値上がりだけでなく今までのモデルとは一線を画すスペックなのだろうなぁと思ってる。ちょっと振り返りが長引いちゃったね。充電ケースの外観は BTX とほとんど同じでスペックは一緒だね。ポケットには入れたくない大きさだな。本体は BTX よりやや柔らかめでフィットしやすいね。AZ09 Pro と同じなのかな。 BTX は遊びが少ない分装着後のブレは少ないけど AZ20 の装着感の方がジャックさんは気に入ったって言ってる。あと B ピンには対応していないので気をつけてね。ジャックさんは BTX の魔改造で失敗したので懲りて B ピン接続ができそうな変換アダプターを注文したんだって。そうなんだよ。 B ピンで接続して聞きたいモデルが結構あるんで、まだ手元には来てないけど楽しみだわ。スペックは QCC5171 搭載となり、ここがポイントなのでしょう。チップ変更だけが価格上昇の要因なのでしょうかね。aptX アダプティブではつながりました。i のスマホはスナップドラゴンサウンド対応ではないので、24ビット 96kHz の音程は受けられないです。でも AZ20 で QCC5171 の持てる性能を全て引き出せる仕様ってことでもないようです。レイテンシーは送り出す側の機器によって結果が結構変わっちゃうのでうまく測れなかったけど、体感では交渉値ほど小さい感じではなかった。ドラマ見るぐらいだったら全然違和感ないけど、スマホで太鼓の達人を有線接続と AZ20 接続で比較してみると AZ20 の接続では違和感しかなく、こんなのに慣れちゃうとリズム感自体がおかしくなりそうだったので、音ゲーは有線接続がいいなという結論。あとモード切り替えでハイパフォーマンスモードにしてもスタンダードモードとの変化がわからなかった。これ聞いてるのかな。 KZ の今年発売されたモデルで有線接続と AZ20 での接続の波形を測定してみました。9モデルあって波形変化の少なめなモデルはこんな感じです。同時にパワーモードに切り替えた波形も表示しています。低域がブーストされるという説明が出ていましたが、赤の波形は7から8キロあたりのピークがノーマルモードと同じで、その他の帯域でレベルが上がっているので低域以外もブーストされていますね。聞こえ方としては低域がブーストされた感じになるのでしょう。変化の大きめなモデルはこれです。なぜこうなるのかは分かりませんので結果のみ表示します。有線とワイヤレスでの多少の音質の違いはあっても十分許容範囲な気がしたし、微ケーブルやイヤピ交換でも質感は変化するんでそんなに気にすることもないかなって思ったよ。ただ PR2 をつないだ時プレイナーモデルということもあって結構ボリューム上げたんでアンプの出力はそんなに強力じゃないのかなって思った。 BTX より少し割増感はあったけどね。今回一番いいなと思ったのはホワイトノイズがすごく低減されたことなんだよね。ホワイトノイズマイスターの愛ちゃんはどう思う？別にマイスターじゃないですけど、今回測定した KZ のどのモデルで聞いてもホワイトノイズは分かりませんでしたよ。一応インピーダンスと感度をまとめてみましたけど、搭載ドライバーの違いもあって後続性は見出せませんでした。曲を停止して無音状態にしてから30秒ほどでスタンバイに切り替わる間が一番ノイズが分かりやすいんです。切り替わると信号がカットされノイズは完全になくなります。AZ09 や TRN、BT20S Pro では結構ホワイトノイズが目立っていました。
CCA-BTX だとほとんど気にならなかったですが、気づくか気づかないかで言えば、モデルによって気づく、気づかないが分かれました。でも AZ20 だと気づかなかったです。無音状態からスタンバイになるときに小さくプツって音は聞こえますが、その前後での差が愛の耳では聞き分けられなかったので、かなり優秀だと思いましたよ。スタンバイから曲が始まる瞬間は信号来たなっていうのが分かりますけど、そのシチュエーションって時々でしょうから、これは特に気にしなくてもいいと思うし、その一瞬でもノイズは気づかなかったんで、通常の曲間では無音からドンと音が来る感じですね。愛は AZ20 のホワイトノイズの少なさという点に一番の進化を感じました。やっぱりそう思ったんだね。実際には曲調のノイズは出ているんだろうけど、気づかないレベルまで下がってるってことなんだろうね。気づかなければないのと同じね。音質については24ビット 96kHz で接続できる環境はありませんが、 CCA-BTX との違いはサウンドステージが一回り広がって鳴り方に余裕があり、いろんなモデルをつなぐ上でこれはすごく大きなことだと思います。それとノイズが減った効果ですごくクリアな印象を受けましたね。とはいえ価格は以前に比べ結構上がったので、何も考えずにおすすめしますとは言いません。イヤーフックが初めてであまり予算がない場合は AZ09 Pro などの AZ シリーズまたは CCA-BTX を、イヤーフックを頻繁に使用される方で手持ちのモデルに不満がある場合は AZ20 に買い替えでもいいと思います。ノイズが極小なので音楽中心に使うなら絶対優位ですね。ゲーム中心であればよりレイテンシーの少ないものを選んだ方がいいと思うので aptX LL 対応モデルなどがいいかなと。さらに上を狙うのであれば FIO UTWS5 あたりになるでしょうかね。長く使う前提なら自分が思っているよりワンランク上を買っておくと後悔が少ないかもですね。ということで KZ-AZ20 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。